どうも皆さんこんにちは、スイスリナーです。今日なんですけれども、日本に留学して8つの日本の好きなところについて話したいと思います。で、一番好きなことは最後に言おうかなと思いますので、ぜひ最後まで見てくださいね。最初の好きなところは多分誰でも日本に住んでみたら、それとも旅行しに行ったことがある人たちも思うと思いますけれども、日本食ですよね。日本の食べ物がめちゃくちゃ好き。日本に住んでた時にね、毎日納豆食べましたですよね。うち納豆大好き。大好きなんですけれども、で毎朝ね食べてたんですよね。マジで毎日。あと日本食ってスイスだったらお寿司、あと照り焼きとか鉄板焼きとかそういうのが、スイスの日本のレストランに行ったら名物って感じ。ここだったらね。でも回転寿司とかはあんまないんですよね。1個があるらしいんですけど行ったことがないんです。しかも高い。100円の回転寿司がない。あとラーメン屋さんも少なくて美味しくない。ジュネーブのあたりは本当に日本って感じのラーメンがあんまりないんですね。あと天ぷらとかもそばとかもうどんとかもないから、それがちょっとね憧れるんですね、日本の。あと居酒屋もないですからね、それは本当に日本に住んでそれはめちゃくちゃ良かったなと思います。あと外食するときは安い。超安い。だからラーメン屋さんでも蕎麦屋さんでもうどん屋さんでも居酒屋とかもそんなにお金使わないんですね。それめちゃくちゃいいと思います。日本のねいいところ。スイスは実はスイス人はあんまり外食はしない。なぜかというとすごい高いから。レストランに行くときは1人3000円とか4000円とか5000円とかすることは普通ですよね。昼のご飯なら多分2000円とかすると思います。超高いから、スイス人が外食するときはお祝いをするとき、誰かのお誕生日とかが久しぶりに行ってないから行こうとか、そういうのね。日本は全然いつでも外食できるじゃん。めちゃくちゃもう人生の中で一番やってたかもしれないですね、日本に住んでた時。外食が安いとか日本の食べ物がうちねめちゃくちゃ好きな日本のところですね。誰でもそうやと思うんですけど、2番目がですね、なんて言えばいい、日本はね結構こういう伝統的な文化が、現在でもめちゃくちゃ残ってるって本当に感じてますよね。例えばお祭りのために浴衣で楽しむことが多いとか、理由もなくて着物着てる人たちを見かけることは珍しくはないんですね。それはめちゃくちゃいいやなと思います。あと日本の古い町、それとも神社とお寺の巡りができることがとっても好きです超好きですよ。うちね実は日本に住んでた時に神社とお寺の御朱印を集めたりすることが趣味でしたね。めちゃくちゃやってました。超わからない、なんて言えばいい、ちょっとだけ気持ちが癒すって本当に感じるですね、神社に行く時。そう神社のね、日本の神社が大好きです4番目ですけれども、これは日本に身につけてしまった習慣の動画で話したんですけれども、お辞儀お辞儀が大好きですもう言いましたから、もし興味があればどうしてそれがいいとかこの動画ぜひ見てみてくださいんですけど、超いいと思います。超便利な習慣と思いますし、大好き。めちゃくちゃ日本のいいところやと思います。4番目ですね。日本の文房具ってすごくない？しかも、100円ショップでも安くで買えることもできるんですし、可愛くて、あとテープとかね。テープはね、こういうなんていう、飾りというか紙をきれいにするテープとかめちゃくちゃある。それはそういうテープとかはスイスには存在してないと思います。見たこともない。でだから日本に行ってこれ何って思ってました。なんでみんなこういうテープが買いたいとって思ってました。超いい。本当に勉強が好きな人たちとか学生のための文房具とかも超いろいろができるからめちゃくちゃ可愛いと思います。あと日記とかを書いたりする人たちは本当に、うちね日記あんまり書いてないんだけど、もしこういう可愛いやつがあれば絶対もっと書いてたかもしれん超可愛いと思います。めちゃくちゃいいと思います。日本の文房具がめちゃくちゃいいと思います。超いいところ。5番目、どこから始めようかなこの話
日本のトイレ大好き。日本のトイレめっちゃいい。もう未来の国に住んでるって感じてます。もうスイスに帰って何これって思ってました。しかも冷たトイレが。日本の駅とかあとデパートとかのトイレは本当に初めて見た時は意味がわからんかったんですけど、いい意味で、例えばこういう駅のトイレとかデパートのトイレなんやけど、男性の方は知らないんですけど、入ったことがないんですけど、女性の方はこういう化粧室があるんですよ。こういう化粧するための場所があるんですよ。これを見たらすごいと思いました。これ見たことがないんですけど、スイスだとそれがない。しかもデパートによるんですけど、デパートと駅のトイレは普通に汚い。綺麗ところはお金払わないといけないですね。いやマジで日本のトイレめちゃくちゃいい。とりあえず日本のあれワシュレットと、あとあれだからこう席が温くなること超いいですよ。それはめちゃくちゃいいの。なんでスイスにはない。しかも多分皆さん知らないと思いますけれども、うちも知らなかったんですけど、ワシュレットを作った人はスイス人でした。でもスイスでは使わない。いやスイスにあればいいなと思います。本当にもう憧れますよ、日本のワシュレット。あとトイレの話なんやけど、お風呂が自動で沸くことが超いいですよ。しかも入ったらこういう音楽が流れてきて、お風呂が沸きましたってなるときは超良かった。もうね、あれがない生活がしたくないんですけどマジで人生がちょっと変わるんですよね。それめちゃくちゃいいところ。あとキッチンとか、その蛇口から出るお湯は日本は設定できるんじゃないですか。どれぐらい温かいにするか、こういうのがあるんじゃないですか。スイスはそれがない。あればいい。だって何回もやけどしてしまうんじゃないですか、お湯で。でも日本は設定ができることで超いいと思います。でそのお風呂のね、いろいろ話したんですけれども、それは日本のサービスに入ると思います。日本のサービスは本当にすごいと思います。だからお家でもこういうすごいトイレとかワシュレットがあるトイレとか、自動でお風呂が沸いてくれることとか、デパートとか駅とかのトイレはめちゃくちゃ綺麗で、女性のために化粧室があることが素晴らしい。すごいと思います。でなんでこっちそれがないのと本当に思います。それは本当に日本の素晴らしいところ。日本のサービスはすっごいいい。スイスに帰ったらサービスマジで悪い。日本に行く前はそんなに悪くないと思った。って他のヨーロッパの国と比べたら、そのね近くにある国と比べたらまだいい方かなって思ってたんですけど、スイスに帰国してから何回もびっくりしたことがあるんですよね。こんな話し方とか、もうちょっと丁寧にしろって思う時はあるんですよ。いやマジで日本のサービスすごい。例えば美容室のサービスとか超びっくりしたんですけど、初めて美容室に行った時にもうとりあえずめちゃくちゃ丁寧に預かってくれたこともあったし、で髪の毛を洗ってくれた時は顔をかばしてくれるじゃん。超いいと思った。すごいだ、それやってくれるならなんかお水が顔に入ってないやん、超いいと思って。で髪の毛を全部洗ってくれたら、かゆいところがありますかって聞いたら、優しくね。いやもう素晴らしい。あと例えば点字ブロックとか、実は初めて日本に行った時はこれ何と思ってました。なんでこの黄色い点字ブロックどこでもあるの？荷物とかスーツケースで街で歩いていたら不便でした。こんな感じでやってたんですけれども、お母さん超びっくりしたんですけど、何これって言ってた。何のために？不自由の人のためだったって聞いたら素晴らしいと思いました。本当に日本のサービスはもう世界一だと思います。本当に素晴らしい。だから他のね国に住んだらで帰国しても自分の国なのに心地ちょっと悪いなって思いますね。なんか違うなって思った時もあるんですね。本当に大好きなところ、日本のサービスすごい。6番目が日本のテレビ。日本のテレビめちゃくちゃいい。面白い。スイスのテレビめちゃくちゃつまらない。例えばクイズのテレビ番組とか、
あるんですけど、日本より全然面白くない。なんか真面目すぎてつまらんって感じ。あとニュースも全然違うんですし、あとほとんどがスイスのテレビ番組とか映画とかは海外から来る。アメリカとかフランスとかドイツとかイタリアとか。でも本当のスイスのやつはめちゃくちゃ少なくて、うちは見ない面白くないと思うから。で日本に行ってもう本当に日本のテレビ違う、本当に違います。ちょっとなんかとりあえず面白くて、もうちょっと盛り上がることがあるんですし、あとニュースでもいろんなね番組でなんか一緒に見てリアクションするんじゃないですか。日本のテレビは見たこともなかったテレビのやり方。実はね、なんか最初見た時はなんかちょっと古いなって感じてたんですけど、今はなんかそれがないとつまらないと本当に感じます。例えばこう文字がでかくて来たりすることとか、ある人が話しててこう字幕がついてくること、いやなんか本当に説明しづらいんですけど、本当になんかスイスと日本のやり方が違うんですよ。しかも食べ物の番組がほとんどじゃないですか。もう毎日ね、特になんか朝とかね、マイチャンネルで食べ物のやつばっかりやった。みんな食べ物好きやなって思ってました。いやマジですごい。あと例えば日本のこういうバラエティ番組ですね。バラエティはスイスにはない。例えば街で、インタビューする番組とか、外国人にとか、日本人にとか、その日本の方言のいろんな地域に行ってインタビューとかしたりすることはない。それはね、日本のめちゃくちゃ面白いテレビ番組と思います。私はね、もう本当に日本のテレビ最高、超面白い、めちゃくちゃ好きで、最後なんですけれども、私が日本の一番好きなところはうちの身長が普通ということですうちね158センチで、子供の頃からずっと背低いな背低いなってずっといじめられてたんで、日本に来たらうち普通やってなったことは超良かったです。本当に一番好きなとこでした。こんな感じなんやって思ってた。普通の人はこんな感じで世界見てるやんってなってた。だって日本に住んでた時に結構初めてうちより背低い人たちがおったんですよね。その前はたまーにおってたんですけど、ものすごく珍しかったね。結構スイス人背高くもないんですけど、日本より高いかなというふうに思いますね。それが本当にうちの日本の一番好きなところでした。だから早く日本にまた戻りたいなというふうに思います。はい、というわけで日本の8つの好きなところについて話しましたね。もちろん他の日本の大好きなところいっぱいあるんですけど、とりあえず8つにしました皆さんはどうですか？こういうところはどう思いますか？他の好きなところがあればぜひコメント欄に言っといてくださいね。でもしこの動画面白いと思っていただければぜひいいねボタン忘れずにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また今度はスイスの、好きなとこ、ちょっと残念なとことか、あと日本の残念なところもそういう動画も載せていこうかなと思ってますので、その時もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また今度の動画よろしくお願いしますね。じゃあね。